リムワールドやっていく動画だよ。アンコモン、事件なのだ。ベアーさんが助けを求めてきているのだ。ツリーハウス建築士か。どうやらレルボブ族に追われているらしい。かくまう代わり戦うことになるってか。24人も押しかけてくるのだ。やべえのだ。でも仲間が増えるのは嬉しいのだ。つけようよ、アンコモン。一体どんな素性の人間かわからないのが怖いとこだけど、こういうのは見て見ぬふりはできないね。やったぜ、8人目の仲間が加わったのだ。ベアーさんはきっといい人だと僕の勘が言ってるのだ。まあそのあたりは置いとくとして、まずは追いかけてくるお客様方を何度か丁寧に追い払ってしまわないとだよ。何の心配もないのだ。かなりの大人数に見えるけど、しかも戦闘得意なフラリュネ夫婦は買い出しで不在だよ。ちょうど音程屋の皆さんもいるのだ。あ、そういう魂胆？ほら、うまくいったのだ。まだ数名悪あがきしてる人もいるけど、音程屋の皆さんのおかげで無事に退けられた。あらら、キャラバンの人たち少し減っちゃったね。犠牲者出ちゃったんだね。申し訳ない。シシルイルイだ。大変だけど片付けていこっか。なになに？ヤクザ無法者族だって？まだ全然片付け終わってないのだ。なんでこんなタイミングで来ちゃうのだ。空気が読めない部族なのだ。もう音程屋の皆さんに頼れないので、何度か自力で対応していく。みんな頑張るのだ。勝利なき滑走路、大活躍だね。春に入ってからの連戦が少し落ち着いたかと思いきや、今度は病の問題だ。なんだと？入植者たち3人が専門中にかかりました。専門中だってなんだろうね。怖い病気じゃなきゃいいんだけど、ポールドウィンさんとロシフさん、それから新しく入ったベアーさんの3名が罹患だって。ベッドで休む必要があるってさ。これじゃあ全然ベアーさんの紹介ができないのだ。そうだね。どんな人か知る前に戦闘やら病気やらでゆっくりできないよ。あんな大勢に追われてこのコロニーにたどり着けたのはめっちゃ強運の持ち主だと思ったんだけどな。ずんだもんの勘は当たらなかったってか。そんなことまだわからないのだ。ベアーさんの心情下がりやすいのが気になるけど、きっと病気とかで痛いからなのだ。今はとにかく治してもらうことに専念だな。それがいいのだ。で、なんかメッセージが出てきたよ。組み立て製造台ってのを作る研究が完了したってことみたいね。その製造台が準備できれば、自分たちでコンポーネントも作れるらしい。コンポーネントっていろんな電子機器とか作るのに必要な部品だよね。それが作れちゃうようになるんだ。すごいじゃん。だよね。研究が進むにつれて、どんどんコロニーの文明レベルが上がっていくね。ようやくベアーさんも少し落ち着いたのかな。相変わらず心情が危ういけど、一体どんな人なんだろうね。気になるから見てみようよ。オーケー。どうしたの？この人、薬中毒なんだわ。ゲゲ、薬物が欲しいってある。一応スキルの方はというと、グリゴロービチ・カレンドアさん、47歳。格闘と栽培がめっちゃ得意なドラッグ中毒者。工芸にも炎がついているから、これから先のコロニーにはとても必要な存在になりそうだけど、ドラッグか。僕の勘、外れたのだ。まあ、仲間になったのも何かの縁だ。うまいこと調整してやっていこ。それにしても、あっという間に179日もこの惑星で生活してるのだ。一体どのくらいあれば脱出できるんかな。そうだな。研究の進み具合と、あとは宇宙船の建設具合、それに伴う準備の進み具合、これらによって変わっていくだろうね。研究は一応目処がつきそうだけど、いざ宇宙船を作るってなったらめちゃくちゃ資材が必要になるんだよ。それがどのくらいの期間で準備できるかだよな。
やっぱ大変なんだ。このままこの星で永住した方がいいんじゃないかって思うことも多々あるんだけどさ。コンスタントに襲撃がある星じゃ安心して暮らせないのだ。おっしゃる通りですわ。ほら、またなんか来たのだ。なんか落ちてきたぞ。いつも以上に悲観的な気分になるんだが。男性だけが感応するタイプのサイコドローンが落っこちてきたんだ。お付きの機械は武器を持ってないな。不幸中の幸いなのだ。さっさと壊しちゃおう。さもないとみんなの心情だだ下がりだ。破壊完了っと。ただレアーさんの誤射でリュネクさん被弾しちゃって結構な怪我を負ってしまった。治るといいんだけど。よか治ったよ。ったのだ。そしてあっという間に研究も進み、宇宙船建造の一歩を踏み出す。ついになのだ。まあまだ研究は残っているんだけど、今の研究チームにかかればきっとこれもあっという間に終わりそうだね。問題はだ。問題？ある重要な部品が手に入るかどうか。おい、ボヌワール血族から通信が入ってる。ちょっと出てみるわ。頼んだ。了解。 AI 人格コアの場所を1500シルバーで教えてやるだ。あいにくうちにはそんな金ないんだよな。要件なんだったんだ。宇宙船建造のための重要アイテムだとさ。場所を教えてやるから大金よこせって言われたんだぜ。まだしばらくは脱出できないってことか。ボノワロ血族の皆さんと仲良くなって言われた金額を用意すればいいわけだから、なんとかなるんじゃないか。まあそうかもしれんが。ちょうどいい具合にボヌワロ血族との有効値アップのクエストが発生したし、こっから先は有効値を高め、さらにはお金を確保していこうかと思うよ。アンコモンが心配していたアイテムってのが手に入る可能性が出てきたんだね。そういうこと。なのでご要望のロングソード3本はベアーさんに作ってもらうとして、あとは交易だなんだでお金を稼いでいきますかね。目指せコアの入手なのだ。準備できたロングソードはキャラバンを組んでお届けに。クエストクリアで有効値がかなり上がったのだ。十分な友好関係だね。ってことはあとはお金だけだ。1500シルバーって結構あるよね。今のコロニーだと簡単に手に入る金額ではないよな。何か作ったりして地道に稼いでいくってない。コツコツが大事なのだ。コツコツと枯葉線も壊さないと。お金が降ってくればいいのに。ここはいろんなものが空から降ってくるよね。で、お金じゃなくて今度は人が落ちてきた。アズユムの人だってどうする？助ける？仲間になったらいいな。アズユムというだけでちょっと気が引けるとこはあるにせよ、見て見ぬふりはできないからね。捕虜の人歩けるようになったよ。どうする？誘う？ずんだもん。目がキラキラしてるね。それじゃ一応勧誘してみよ。わーい、やったのだ。仲間になろう。レジーナさんいらっしゃい。仲間が増えて嬉しいのだ。総勢9名か。まだまだ増やせそうなのだ。今回まさかのアズユムから合流したレジーナ・ジョーンズさんは53歳。ポールドウィンさんと同じく採掘がめっちゃ得意で、動物スキルにも長けている。何より性格も才能も素敵な感じ。人付き合いが苦手な人みたいだけど、うちのコロニーには人付き合い苦手な人が何人かいるし、まあ気にしなくても問題ないね。冬に入って3日目に優秀な研究班によってできる研究も全て完了し終えたので、お役御免になった研究机は解体しちゃおう。そして作業室のレイアウトも変更しつつ、空いたスペースにコンポーネント工作台を置こう。ここだね。コンポーネントの自作楽しみなのだ。資材を集めてどんどん。あれ、誰かの声が聞こえた。仲間に入りたいんだって。この場合見て見ぬふりはできないよね。そうだね。行くあてのない子供を追い払うわけにもいかないや。仲間になったのはパオラ・ブラントさん。16歳の未成年だ。
性格がだいぶやばいね。そうね。生意気なお子様ということにしておきましょう。性格はあれだけど、戦闘できない軍医術スキルを存分に発揮してもらおう。そして作業室。コンポーネント工作台の完成なのだ。また一歩前進だ。前進といえば、消化財団を14個納品するクエストをクリアしたら、ボヌオアロケツ族との関係はとても緊密となりました。ってことで同盟関係を結んだよ。クーガー倒してもらったり、その頃から色々とお世話になっている相手だよね。懐かしいね。そして襲撃。メカノイドだ。ついにメカノイドも直接コロニーを狙ってくるようになったか。怖いよ。まだ数が少ないからなんとかなるとして、あの強い武器持ってるやつ来たら、さすがに怖すぎるのだ。とりあえず倒せた。けど、前に進めば進むほど、向かい風も強くなるのがこのリムワールドの怖いとこだね。仲間も増えたし、確実に最初よりはなんとかなってきているのだ。それもそうだ。よし。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またね。